ペシャルなゲストをお迎えしてお届けします。堀之内仁です。広沢明治です。堀沢と言います。声優、モーションアクターと兼任されてる方って珍しい。まだあまりいらっしゃらないんじゃないですかね。自分で動きをやったので声でも乗せやすいっていうメリットもたくさんありますね。作ってくださってる方の一部になりたいなって思うから、作ってる方を大切にしたい分こだわりがあるのであれば知っておきたいなっていうのはありますね。もうダメかも。やれやれ、単独行動なんて随分偉くなったもんだな。秋春、やっぱり来てくれたんだね。はい、ありがとうございます。いやー、びっくりした。いや黒帯チャンネル。皆さんこんにちは、黒帯ゲームズの丹沢です。今回はスペシャルなゲストをお迎えしてお届けします。声優、俳優、振付師、モーションアクターとして幅広くご活躍されております。株式会社プライマリーフィールドさん所属の堀之内仁さんと広沢明治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀之内仁です。よろしくお願いします。広沢明治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。プライマリーフィールドさんはですね、実は黒帯ゲームズと会社が同じマンションっていうか、方向で言うとその辺ぐらいということで、ご近所さんというご縁がありまして、以前からですね、このチャンネルにいつかお呼びしようと思っていたのですが、ようやく実現することができました。ありがとうございます。お邪魔します。似てますか？お邪魔します。すみません。この黒帯チャンネルはですね、デジタルゲームとかアナログゲームとかのファンの方が多く見てらっしゃるチャンネルなんですけども、初めましての方向けにお二人から簡単に自己紹介の方いただいてもよろしいでしょうか。はい。ということで、改めましてプライマリーフィールドの堀之内仁と申します。普段は声優や舞台俳優やあとモーションアクターいろんなことをやっております。丹沢さんとは何も放送してないところでボードゲームで遊んだりとか普通にプライベートでね。そうなんですよ。する中でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、僕もプライマリーフィールド所属の広沢明治です。役者、俳優とダンサーと振付師とモーションアクターをさせていただいております。旦那さんは僕はねボードゲー一緒にできてないんですけどいつかまだねいつかできる日がご近所さんだからねいつでもできる。よろしくお願いします。お待ちしております。今回は普段ゲーム制作でもねモーションアクターさんだとか声優さんと僕らお仕事させていただくこと多いんですけども、今回ね妖怪話シリーズということでお仕事話もしつついろいろお話2人に伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はですね、普段どういったお仕之をされてるんでしょうか。堀之内さんは声優、俳優やられながら、モーションアクターもやられるということで。そうですね。初めは声優としてこの業界に入ったんですけど、そこから僕身長154センチなんですよ。お、かわいい。そうなんですよ。やめて。なので、身長が低いっていうのもあって、初め舞台に立たせてもらって、そこからいろいろモーションアクターのお仕事もさせてもらったりっていうので、今に声優がスタートなんですね。そうなんですよ。専門学校も声優の専門学校から始めて。いわゆる養成所。そうですね。はい。ゲームの声優さんは僕たくさんお仕事させていただいたこともあるし、モーションアクターさんもあるんですけど、兼任されてる方って結構珍しいんじゃないかな。そうですね。まだあまりいらっしゃらないんじゃないですかね。これからもしかしたらどんどんそういったこと増えていくかもしれないんですけど、まだやっぱり始まったばっかりって感じがしますね。両方を一人でできるメリットとか、こういうことがいいぞみたいなことってあるんですか？動き取ってから声当てる場合だったりすると、呼吸感というか細かいニュアンスだったりとかも自分で動きをやったので声でも乗せやすいっていうメリットもたくさんありますね。現場のことわからないとピンとこないかもしれないんですけど、普通はモーションを取るっていう作業と声を当てるっていう作業は別撮りなんですよね。だからモーションアクターさんが先に演技をつけて、そのモーションが上がったアニメーションとか CG が来て、それを見ながら声優さんが声を当てていくっていうのが多いですけど、先にモーションの時に声優さんが読むような台本とか見られて、自分でこう発声するかのように演じて、しかもそれを自分で当てることもあるし、他の方がやられることもあるって感じですよね。そうです。他の方がやってるとやっぱ後で資料を確認して自分でここはこうなんじゃないかって想像しながら声を当てるしかないので、やっぱそれが一人っていうことになるとやりやすいですね。すごく。なるほどね。アクションシーンなんかだとブレス入るタイミングとかってあるじゃないですか。アクションシーンは特に
にそうですね。そうですよね。そこがだから分かってる方がモーションもやるっていうのはすごいいいと思いました。広沢さんはダンサー出身でモーションアクターやられるって感じですね。そうですね。めっちゃ運動神経良さそうな感じですけど。いえいえ、それほどでも。僕は小中高とずっとスポーツはやってて。ちなみに何をやられてたんですか？小学校の頃からバレーボールを。バレーボールね。セッターやってたんです。司令塔でね、けど中学校がバレーボール部がなかったんですよ。高校からまたバレーボール復帰するんですけど、運動神経はいい方だと思います。ダンサー出身なんですけど、ダンサーも高校卒業してから本格的に始めて、2年間専門学校でダンス学んで東京に出てきて、ダンスとか役者をやってて、2024年の2月からプライマリーフィールドさんと、もう最近ですよね。本当にから関わらせてもらってモーションアクターをさせていただいてます。なるほど。今はラジオも2人でね。そうなんですよ。堀沢と言います。僕も毎回聞いてるんですけど、ありがとう、本当にありがとうございます。めきめき上手くなって本当ですか？きてる。楽しくなってるって言うと初めが楽しくないみたいだけど、毎回フリートークっていうブって笑ってます。ですか？ありがとうございます。はい、そうなんですよね。多彩でいらっしゃる2人なんですけど、ゲーム系のチャンネルということで、僕ゲームのお仕事させていただくときにディレクターとかプロデューサーっていう役目で Q ランプをピッと押してよろしくお願いしますって言って、もうちょっとこういう演技してくださいとか、あとはまあ台本書いていくので、現場で書き換えることってあるじゃないですか。少しここちょっと尺溢れるのでセリフ変えますみたいなやつをその場で書くみたいな、僕はお仕事をさせていただいているので、声優さんとかアクターさんと仕事をよくさせていただくんですけど、今日ねせっかくお二人に来ていただいたので、お互いにね仕事をこれから楽しくやっていくために、お互いあんまりことでやり方について喋ってるしね。そうですね。僕の方からもこういう声優さんとかアクターさんと仕事するのやりやすいなみたいなのを話させていただくので、ちょっとお二人からもいいはね言いやすいかもしれないですけど、ちょっとこういうところはなんか直してほしい人いるなみたいなのももし聞けたらいいなと。なかなかねこういう話って珍しいと思うんですよ。ディレクターとかとそのアクターさんで腹を割って話すみたいな、その後の飲み会とかではねそうですねけど、業界の人ももしかしたら興味あるかもしれないのでお互いどう思ってるのか今日はねちょっと話してみたいなと思っているわけです。なるほどなるほど。こっから台本がないですからね。これ言っていいのかな。本当になんてことないですよ。全然誰がとかじゃないんです。誰がとかじゃないし、この現場とかに置いてとかでも一切ないです。その上で何か演じるじゃないですか。でやっぱ違ったなって時はリテイクとかで何回かさせていただくことはあるんですけども、何回かやっていくうちに向こうも時間がなかったりとか、これ以上出ないなって時に、OK ですみたいな妥協した感じで OK 出されると、今の違ったんだってちょっとショック、自分の力不足もそうなんですけど、今回の現場すごくダメだったなってがっかりして帰ることがあるので、僕も言ったことがないかというとあります。でもこれはしょうがないですよ。でもさっきね時間の話とかありましたけど、例えばたくさんの声優さんに撮る時とかに現場をしてて、これはもう一発で撮らないとダメ、やれて2回ぐらいしかリテイクできないって時に、もう2回を使い切っちゃった時に全然ダメだったらいいんだけど、85点ぐらいもう一回いけば90点いけるか、いやいけないかもなディレクションする側も問題があるんだけど、僕の言葉でこれ以上ディレクションができないみたいなことなんですよ。なんて言ったら95点になるのかがその場で思いつかないみたいなっていう時間は確かにある。いろいろ考えてるんですよその間。あと何分でしょみたいな、次の人来ちゃうでしょ、いろいろ考えて、でも85点だからいいだろみたいな、OK ですみたいなね。確かにそのコンマ何秒の差とかなんだけどOK ですっていう時とOK ですっていう時ある。あれは無駄なプレッシャーを与えてる可能性あるな。でも本当に100演じる側の責任なんですよ。それはもう全て出し切れなかったっていうのがあるんですけど、どっちもなんですよ。これは反省しながら変わる。なるほどね。そうか、その時に100自分だと思っちゃってるんだ。そうなんです。ディレクターは100自分だと思ってますよ。そうなんですか。自分の言い方が悪いし、ディレクションの仕方が悪くて、だってその人をアサインしようって決めたのも自分だったりするわけだから、この人だったらこうなるだろうなって想像してたんだけど、そこまで持っていけなかったのは監督である自分のせいだと思ってますよ大体。だからお互い自分のせいだと思ってるんだ。そう思ってますね。なるほどね。そうだったんですね。今初めて知った。僕も絶対100自分が悪いって思って持ち帰ってるので、ディレクターはもうその時の作品の全部は自分のせいって思ってます。悪かったらね。で良かったら自分の手柄って思ってますよ。逆に。それはもう面白い。
僕は声優とかはまだやったことないんで、ポリさんとはちょっと違う話なんですけど、舞台とかの時に台本を渡されるじゃないですか、読むじゃないですか。なんか日本語がおかしいなっていう台本があったりすると、僕はちょっとこう不安になっちゃうんですよね。大丈夫なのかこの舞台は成功するのかっていう不安に駆られちゃう時はありますね。ウォーとかガーが使い方おかしいぞって、誰に対してこれは言ってるのだろうとかって考え出すと不安だなっていう風になっちゃいますね。台本とかに不備があるとね、そうちょっと大丈夫かなっていう不安は確かにちょっと生まれてきますね。あと行間って言われる、僕らに考えたりとか、演じを自由にしていいっていう行間があるのとないのとでもまた心持ちが変わってきますね。僕はどっちが好きですか？僕は行間ある方が好きですね。お任せしますみたいな。そうですね。ここは任せていいんだと、あとここは台本通りでっていうのがはっきりしてる方が僕はやりやすいかもしれない。行間とは違うんですけど、アクションシーンの台本書くときって、ははふんはぐっとかそういうセリフ台本になるじゃないですか。絵があるときは、お任せしますって書いちゃうときもあるし、一旦ふはふんでもいいからセリフにする場合があるんですよ。声優さんによってはここってこのまま読んだ方がいいですか？なりで言っていいですか？みたいな聞かれて、やりやすい方でいいですみたいな。書いてある方が演技たどたどしくなることが多い気がするので、僕は比較的なりでいいですって上に書いた上で、一応はははふんとかって書くんで、それやりやすいですね。多いんですけど、その辺もどうなのかな。確かに両方どっちでもいいパターンだったら嬉しいですね。そうですね。作る側の方ってどこをこだわりにされてるかっていうのを僕は結構大事にしたいなと思うんですよ。これは僕の作品ではなくて、作ってくださってる方の一部になりたいなって思うから、作ってる方を大切にしたい分こだわりがあるのであれば知っておきたいなっていうのはありますね。僕台本自分で書いたやつは基本的には現場行きたいんですよ。たまにね忙しくて台本だけ出して、あと収録よろしくお願いしますってこともなくはないんですけど、特にコロナの間多かった。スタジオに入れる人数がなんか2人とかで制限かかってるんですね。なんかオンラインで聞いてるみたいな時とかであんまり発言できなくて、なんかちょっと違うんだけどなとか思いながら、まあいっかみたいな時もありましたけどね。最近はね戻ってきましたけどね。逆にこういう声優さんとかこういう役者いい悪いとかあったりします？やっぱりね、演技の幅が広い人、引き出し多い人はいいですね。例えばこんな感じでお願いしますって言ったら、じゃあ3パターンやるのでどれが近いか言ってくださいみたいなのでバーってアジャストしてくる人とかいるんですよ、たまに。すげえなみたいな。やっぱそういう人嬉しかったりするんですね。そうですね。なるほどな。結局ディレクターである僕が一番嬉しい瞬間って、自分の脳内では当然もう再生されてるんですよ、行く前にね。それがまあ100点だとしたら、実際85点だったりすることもあるんだけど、120点みたいなやつって僕からはもう出ないんですよ。乗せてきてくれる時があって、僕が指示したのと違うパターンやってくれたけど、それ聞いたらどう考えてもこっちの方がいいってことがあるんですよね。これはもうめっちゃ嬉しいですね。なるほど。自分の想像を超えてきたものが来たらってことですね。そうですね。やっぱりディレクターから言うと、こっちがクライアントでね雇ってるみたいな状態の関係値ではあるんだけど、その関係を超えて一緒になんかもの作ってるなって感じるのはやっぱりこっちの想像を乗り越えてきた時は、うわ嬉しいなって、この人ともっと仕事したいな。なるほど。勉強になる。なるほど。僕はキャラクターの設定とかもやるので、設定やって設定資料を作って、2回目とか3回目はねだんだん慣れてくるんですけど、初回の時ってどうしても僕の方からこのキャラクターはこういう過去があって、こういう暗い部分があって、こういうことは起こるタイプで、こう説明するじゃないですか。初めはね声優さんがやったら僕結構細かく、もうちょっとこういう風にしてくださいとかってやるんですけど、2回目3回目とかアニメでやっていくとだんだんそのキャラが僕から離れて向こうのものになっていく瞬間、すごい好きで。好きなんですね。好きです。昔あったのはそのキャラクターが久しぶりに出てきたタイミングで、ふんわり台本書いちゃってたところがあったら、その声優さんから「いやこのキャラこういうこと言わないです」って言われて、もうお前のもんなんだなこれは。いやそう嬉しかったですね。やっぱりそれは嬉しい派なんですね。僕は嬉しいですね。わかんない人によってはイラッとくる人いるかもしれないけど、特にその時は僕もあんまりそこのセリフにイメージ湧いてなかったから、このキャラは昔妹を失ってるのに、この少女に対してこんなに冷たく言うはずがないみたいな、ちゃんと設定も全部覚えててくれた上で言ってくれて、うわー嬉しいみたいな。なるほど。自分のキャラに魂が宿ったなみたいな。
はい瞬間なんですよね。いやーいい話だ。おー心がけてることはなるべく私物化しないようにしようっていうのもだからお互い多分あると思うんですよ。まあそそうですよねれはちょっと監督によって違うかまあまら、あ確かに確かにそうかどうかわかんないけど、僕はやっぱり何話か行った時に、各キャラが各キャラになっていって、もう僕から旅立っていったみたいな、なんか子供が独り立ちしてったみたいな瞬間はすごい好きですね。ちゃんと設定読み込んだ上でだったらもしかしたら嬉しいかもしれないですね。そうですね。逆に仕事しにくいなって感じる瞬間ってあるんですか？演技の幅みたいなのが少ないとか、スキルの問題は経験の長さとかにもよるので、あんまり不満に思う方、まあそうだよね。むしろ僕がキャスティングしてる時に、ここは経験の浅い人でもやってもらえそうかなとか、途中で表変するキャラとか、まあ難易度の高さってあるんですよ。ずっとこう優しいキャラとかだったら、もうこの人だったらやれるかなとかって思ってキャスティングしてるので、そこのミスってどちらかというとキャスティングしてる僕らのせいだと思うんですけど、僕は資料結構書く方なんで、これまあ声優さんから嫌がられる場合もありますけど、結構書くので、ちゃんと読んできてくれるとすごい嬉しいし、読んでないなと思ったらその場で説明するんだけど時間もかかっちゃうし、そうですね。あんまりこの仕事そんな乗り気じゃないのかなって思っちゃう時がありますね。一緒に何か作ってるからこそ、スタッフさんだったり僕ら演者の心のつながりを大切にしたいなとは僕も思いますね。そうなんですよね。みんなでワンチームでやってるぜって思ってくれてないのかなっていうのがあると、もうこの感じは厳しいなって思う時があんまりないですけど、まあまあ過去にはありましたね。すごい忙しい声優さんとか人気の声優さんとかで、あ、この人人気なはずだよって思う瞬間がめっちゃ読み込んでくれるって褒めるのでね、実名上げてもいいかなと思うんですけど、ロード・オブ・ファミリア3っていうタイトルをやった時に、主人公のギデオンっていう役をね、梶裕貴くんがやってくれたんですね。アニメで、その時は収録パツパツだったんですよね。大急ぎで何話かやるみたいな時に、一回僕が OK テイク出したんですよ。OK ですって。梶さんが、ちょっと待ってくださいと。複雑な過去を持ってるキャラクターだったんで、ここ僕実は台本読んでた時に、二通りの解釈をね、怒りのパターンと悲しみのパターンと、2パターン思いついちゃったんですと。で、今ね、怒りで OK って言われたんですけど、ちょっとすいません、皆さんのお時間いただくんですけど、悲しみのパターンもやっていいですか？どうぞって言ってやってもらったら超良くて、結局そっちがオンエアされたはず。その時当時も忙しくて人気の声優さんでいろいろ番組出たりとかされてたのに、特にそのバーミリオンは僕資料膨大に渡してるんですよ。こういう設定で過去こういうことがあって、で結構ややこしい設定渡してるのに、完璧に覚えた上で、すげえな言ってくれて、こういう人が人気声優さんたるゆえんなんだなって思ったっていうのはありましたね。これは嬉しいですね。嬉しいですね。それはもうまさに120点っていうか、僕が台本作った時には全く想像してなかったので、150点みたいなやつをぶつけられて、それでいきますみたいな。すいませんみたいな。やるようになりたい。そうですね。売れてる方が、そうやって一つの仕事にちゃんと熱心にやってるっていうのもなんかかっこいいっすよね。前の現場で全然別のキャラやってから、タクシーで来てたりとかするんだろうけど、完全に入ってるんですよね。ありがとうみたいなありましたね。そうなりましょう。ねぜひね、一緒に仕事する際は、ぜひ僕の場合はどんどん提案してもらう方がありがたいので、任せてください。そこちょっと遠野さん違いますよね。僕と解釈違いますけどって言ってくれたら、おやし来たなっつって。よしバッチリ資料読み込んでね。嬉しいですよ。楽しみだな。はい、さて、そんな感じでね、いろいろお話伺ってきたんですけども、実はね、お二人がいらっしゃった時に、ぜひやってみたいと思ってた企画があるんですよ。何ですか？以前、実はお二人のラジオにお邪魔させていただいたことがありました。本当にありがとうございました。その時はね、僕にいろいろ質問をいただくっていうコーナーがあったんですけど、そこでね、お二人が出演するとしたらどんなゲームかっていうご質問があって、なんだろうなと思って考えて、二人がね、バディもの、そうですね、おっしゃってましたね、のやつ作ってみたいなみたいな話をしたと思うんですよね。今回ね、そのゲームの台本という体で、ちょっと一発台本を書いてみました。本当ですか？ありがとうございます。ちょっと短いんですけど、実際にやっていただいてですね、実際の現場っぽくね、実際の現場はね、本当はもっとガラスにこう、部屋が置かれてるんですけど、今ね、この現場で申し訳ないんですけど、やっていただいてもよろしいですか？ありがとうございます。むしろ書いていただいて。頑張ります。お願いします。今台本をお渡ししましたが、早速行ってみたいと思うんですが、まずキャラ感欲しいんで、頭
やっぱり来てくれたんだね。この辺まではいスルッと、はい。スルッとって言うよね。まあいいそうや言いますね言います。あ、これ確か業界用語あるあるみたいなんですよあねる。スルッとスって。ルッといただいてよろしいでしょうか。ああ、すげえ。本物だ。本当だ。本物だ。はい。スルッといきますか。いきますか。はい。よーいてて、くっそー、きつく縛りやがって、跡が残っちゃうじゃないか。俺、生きて帰れるのかな。こんなことなら、冷蔵庫のプリン食べとくんだった。いやー、もうダメかも。やれやれ。単独行動なんてずいぶん偉くなったもんだな。秋春、やっぱり来てくれたんだね。はい、ありがとうございおます。ーいい感じです。本当ですか？あ、緊張した。そうですね。はい多分堀内さんの声のトーンでいくと、はい広沢さんがね、もうちょい低めにおうおー入った方がわかりましたコントラストが出るので、はいこのやれやれを、はい今のやれやれって入ったのを、やれやれっていう、こうちあーょっと下からわかりました。言っていただきたいなと思います。はいはい、というわけでね、つるっといただきましたが、お今ちょっとね、テクニカルなところでうん音量の調節をしました。大体普通の収録でも、とりあえずこういうやついただいて、はい音の大きさ、そうですね。まあ幅とかをチェックして、音が割れないかっていううんチェックをしてから本番ということが多いですね。そうですね。じゃあ本番行っていただきたいと思います。はいはいでは本番お願いします。てて、くっそー、きつく縛りやがって、跡が残っちゃうじゃないか。俺、生きて帰れるのかな。こんなことなら、冷蔵庫のプリン食べとくんだった。もうダメかも。やれやれ。単独行動なんてずいぶん偉くなったもんだな。秋春、やっぱり来てくれたんだね。秋春さん、この縄をほどいていただけると嬉しいんですが。独断専行した罰だ。しばらくそうしてろ。そんな、だって今日はお前が。言い訳は後で聞く。今はここを切り抜けるぞ。オッケー、俺が引きつけるからバックアップよろしく。ここまで来れば大丈夫かな。助かったよ。まだ怒ってるのかよ。当たり前だ。俺たちはバディだろ。どうして一人で突っ込んだりしたんだ。だって今日は秋春非番だし、彼女とデートだって。バカ。んなこと気にしてたのか。いってー、本気で殴ることないじゃんか。今度独断専行したらげんこつだけじゃ済まないからな。秋春、ちょっと待って、せめてこの縄だけほどいてくれよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございまおす。疲れ様です。いや緊張したー。いやいやー、緊張した。一箇所だけいただいてもいいー。ですか。どうぞ、はい。広沢さん、はい。バカそんなことを気にしてたかの後に、はい。ちょっとね、殴り感が欲しいんですよね。そうですよね。はい。ちょっとね、ゆっくりだったので、もうちょい早めに、バカで殴りましょうか。バですカバカはいボカン。バカボカン。そんなこと気にしてたのかして。なので、ちょっとバカまでは早めでわかりました。お願いします。じゃあはいここだけ単発でもらってもよろしいでしょうか。じゃあ、お願いします。バカ。んなこと気にしてたのか。はい、ありがとうございまそうす。じゃあ、これはここに差し替えていただくということで。はい。はい、ありがとうございますありがとうございました。収録的にはバチでございました。ありがとうございます。じゃあですね、この後、本番でね、全部繋いだシーンを、お。はい、ご覧いただきましょう。よろしくお願いします。てて、くっそー、きつく縛りやがって、跡が残っちゃうじゃないか。俺、生きて帰れるのかな。こんなことなら冷蔵庫のプリン食べとくんだった。もうダメかも。やれやれ。単独行動なんてずいぶん偉くなったもんだな。秋春、やっぱり来てくれたんだね。秋春さん、この縄をほどいていただけると嬉しいんですが。独断専行した罰だ。しばらくそうしてろ。そんな、
だって今日はお前が。言い訳は後で聞く。今はここを切り抜けるぞ。オッケー、俺が引きつけるからバックアップよろしく。ここまで来れば大丈夫かな。助かったよ。まだ怒ってるのかよ。当たり前だ。俺たちはバディだろ。どうして一人で突っ込んだりしたんだ。だって今日は秋春非番だし、彼女とデートだって。バカ、んなこと気にしてたんか。いってー、本気で殴ることないじゃんか。今度独断専行したらげんこつだけじゃ済まないからな。秋春、ちょっと待って、せめてこの縄だけほどいてくれよ。うわいやー、ありがとうございました。ありがとうございました無茶ぶりにゲストの方にこんな無茶ぶりする番組でもう恐縮なんですけど、いえいえありがとうございました。ありがとうございましたこういう形で撮るのがやっぱなかなかないのでね、一人で撮るかもっと複数人で立ちながら撮るとかしかないので、新鮮でしたね、ある意味。いつもね、うんガラス隔ててやるか、確からにそうですよね。ここの壁あれ意外とあるんだなと思いました。ま隣で聞いてらっしゃって、ま隣でやるの確かに初めてでしたね。すいません、なんかいえいえありがとうございましたありがとうございました。僕も収録現場とか行ったことあるんですけど、うん初めてこうやって声だけのうんうんお芝居をしたんで、すごい貴重な機会をありがとうございまありがとうございましす。たこれから頑張っていきます。はい楽しみにしております。はいというわけでね、あっという間にお時間となってしまったんですけども、はい黒帯チャンネルどうでしたでしょうか。楽しかったです、本当に。ありがとうございました。ありがとうございましたまたぜひぜひ。もういつもやってますので、まもたうぜひぜひぜひ勝手にお邪魔するんで、やってる時間今度はちょっとコンコンコンってってボードゲーム一緒にやったりとか、ぜひぜひ、ね、はいなんかゲーム系のうん実際遊ぶのもやらせていただければと、もうこれでね、このチャンネルの視聴者にはお二人のことは知られますからね。どうも。はい。コメントでね、また呼んでくれっていっぱい書いていただければ、ちゃんとすぐ2月本当にお願いします。お願いします。はい、あると思いますので。お願いしますねというわけでね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、はいいろんな分野でご活躍されているお二人からはい何か告知などあればお願いします。そうですね、僕、YouTube やっておりまして、はい堀之内仁か、もしくはポリでやっておりますので、ぜひぜひそちらも調べていただけたらなと、あとは SNS、X もやっておりますので、ぜひそちらでまた告知もいたしますので、チェックしてください。はい、はいリンクも貼っておきます。ありがとうね僕も SNS、X と Instagram やっています。ん広沢秋春。ちょっと漢字は難しいんですが、うんぜひ調べてください。はい。あと、うん我ら、うん。ポリサーのはい。ラジオ番組ですね。やっておりますので、はい。そちらもぜひぜひ、夕焼けホットタイム火曜日のポリサワの夢に突撃というラジオ番組はい。やっております。FM 彦根さんほか、全国だとスマホのアプリの FM プラプラというアプリからそちらも聞けますので、はい毎週火曜日の夕方5時ですね、やっておりますので、ぜひお願いします。お願いします。アーカイブにスタンド FM を使わせていただいておりますので、はい丹沢さんが出演されてる回もございますので、聞けますよはいですよやっぱりぜひリアルタイムでね、うん聞いてほしいのはリアルタイムじゃなくて曲が聴けないんですよね。そうですよね。僕2回に1回はリアルタイムで聞いてますいやすごいですよありがとうございますありがとうござい本もうめっちゃ楽しいので、ありがはい、とうございます毎回楽しみにさせていただいております。ありがとうございます本日お送りしてまいりましたが、うんまたね、機会あればこちらにもご出演いただきたいですし、はいプライベートでもゲーム遊びましょう。はいぜひぜひ、はいお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方など、ゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。こんなテーマを聞いてほしいとか、こんなゲストの方呼んでほしいとか、リクエストございましたらコメント欄にお願いします。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。さよならさよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。